こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日のレビューは、E フライト UMX MiG15 EDF with AS3X& セーフをお送りします。今回のレビュー機は、エアクラフト様から購入させていただきました。UMX シリーズ、久々の新作 EDF 機は、2012年に発売されていた MiG15DF のリバイバル。基本的なスペック、搭載される水力ユニットなどの変更はありませんが、受信機が刷新され、従来の AS3X ジャイロに加え、セーフ機能が搭載されました。というわけで、従来との差はこのくらいにしておいて、モデリングの評価へ行きましょう。本機のモデルベースとなった MiG15 は、1947年旧ソビエト時代に、ミコユンによって設計され、朝鮮戦争における制空権奪還戦で F-86 セーバーとの歴史に残る空中戦を展開した名戦闘機。17000機以上という最も多く生産されたジェット戦闘機で輸出にも成功し、全世界で活躍しました。この赤い尾翼はエース級パイロットだけに許されたレッドテールと言われる特別な証。そんな名機をモデルとする本機は、葉巻型のボディや大型の垂直尾翼など、かなり正確なスケーリングで、非対色の銀と鮮やかな赤色のコントラストは、スタティックモデルにも負けない出来栄えです。搭載される EDF は 28mm 系という超小型5枚ブレードを回すデルタ V というユニットで、13500kV にアップデートされた BL180 ブラシレスモーターが、アイニークープ機よりも小さなペラを超高速で分回します。サーボ動作テスト。搭載されるサーボは UMX シリーズ共通のストレート式サーボで、若干分解能の不足を感じますが、動作と力、速度ともに UM 機に必要とされる能力を確保しており、2g を切る軽量さが、こんな小さな機体サイズでも4つの搭載を可能にする自由度を提供しています。積載物が軽量という利点は、こんなギミックの搭載も可能にしています。機体中心を EDF のダクトが通っているのに、前輪がラザーと同時ステアするすごい構造が載ってます。エルロンを駆動するサーボも左右独立している利点が活かされており、引きと押しで作動距離の違うオフセットタイプのサーボを採用することで、エルロンの跳ね上げ側を大きくするようセッティングされています。搭載される AS3X ジャイロは体力に対して瞬時に補正打を打つもののロック指向は皆無で、ジャカジャカとうるさいほどに角度よくの制御をしますが、補正打によって舵が大きく動くのが見れるほどではありません。本機は EDF であり、高い速度域での飛行を考慮しておしとやかな補正ポリシーなのでしょう。さて、水平維持機能であるセーフモードは5チャンネルにアサインされており、式 1-100 でオフ、プラス100でオンとなります。通常の外力に対する補正ポリシーに変化はありませんが、セーフモードオンの時は、ピッチ角、ロール角、ともに制限され、背面になっても水平に戻ろうとします。スペック。重量は実測 71.8g。そこそこ重い機体なので飛行速度は高いでしょう。飛行テスト1回目。箱出し後の初飛行です。飛べ。飛んだ。
この日は風速4から5メートル、ぼんよりと分厚い雲がかかっており、飛行環境としては最悪で、機体が視認できず、機首の向きやロール方向まで見失って、オーバーコントロール状態。セーフオンにして不時着させました。芝生に足が引っかかって前転したものの、破損は全くなく、図らずしもセーフの凄さを体感。このまま手投げしちゃおうと思います。今日は暗すぎるので、セーフをオフにはせず、メイデンしながら、トリムなどの調整飛行に徹することにしました。飛行テスト2回目。翌日、少し天気が回復しましたが、風は強くなり、やはり UM 機には悪天候。EDF ユニットのモーターがアップグレードされたせいなのか、EDF の甲高いキーンという音、いわゆる金切り音は鳴りを潜め、スロットルを絞ると、なんともジェントルな飛行が楽しめます。横風の中、かなりのスローフライなんですが、翼端失速せず、普通に飛びますね。本日2本目、離陸には滑走距離が結構長く必要です。さて、2本目は素人目線からの飛行特性を探っていこうと思います。マニューバーを行うため、セーフモードオフ。まずは、ループ。十分な推力のおかげで、ダイブなしで大きな円を余裕で描けました。お次は、ロール。エルロンだけだと少し高度が落ち込みますが、ロールレートは高く、ヒビキビとした感じです。背面も試しますが、エレベーターをフルダウンしても高度が落ちるので、早々に切り上げ。スローフライでローパス。失速特性も優秀、挙動が穏やかなので回復させやすいです。着陸しまーす。セーフをオンにすれば着陸も簡単。アプローチラインに乗せてスロットル調整だけ。止まらない止まらない。ただしプロペラ機と違って空気抵抗が少ないので止まりません。